皆さんこんにちは。今回は地球防衛マン系です。はじめましての人ははじめまして。いつもはタイマニンゲームの解説をしているチャンネルです。実は個人的に趣味で地球防衛軍のやり込み勢だったりします。地球防衛軍について名前くらいはさすがに知ってはいる人が多いかと思います。多くの人は単純なバカゲーという認識の人は多いのかと思っています。確かにこのゲームは多くの FPS と違いリロード以外の弾数制限はありません。一発のロケットランチャーで100匹ほどの雑魚敵が倒せるゲームです。ただ実はこのゲームのジャンルは無双ゲームというよりタワーディフェンスに近いゲーム性だと僕は思っています。画面上のミッションは潜入ミッションなので自分が進んでいくタイプですが、壊さないと無限に敵が増える造船基地が目の前に迫るミッション、マップが敵で真っ赤になるほど大勢の大軍が一斉に攻めてくるミッションなど、このゲームは自分、つまりはプレイヤー4人と NPC 多数、それをどうやって防衛するか、それがこのゲームの面白いポイントです。僕自身も他にも似たゲーム、モンハンやエルデンリングや MMO 系いろいろとプレイしてみましたが、このゲームが一番面白いと感じました。これは人によりますが、このゲームは一人では絶対にクリアできません。もちろん設定変更やハメを使えばできますが、一人で無双できるゲームではないです。一人が足止めをして火力は仲間に任せるなど、役割分担が一番楽しいゲームだと僕は感じました。良くも悪くも一人で大活躍して俺強えになれないゲームだと感じます。モンハンもエルデンリングも俺強えタイプの人が多く感じてしまいます。もちろんこのゲームにも一人で自分ごと爆破して自分主体で戦ってしまう人はいます。ただ一時の利益より長期的にプラスになる計画性が必要なゲーム、 NPC ですら協力しないとこのゲームはクリアしにくいゲームです。時には仲間のために自爆特攻してみたり、提携チャットでワイワイ盛り上がるのも面白いです。ちなみに他のゲームと違う最大の違いは、このゲーム画面は顔も知らない野良プレイです。ここまでチャットしながらできる協力ゲームもなかなかないと思います。定型文なので海外の人ともワイワイ盛り上がれてしまいます。このゲームは最初の発売が2022年でもうかなり前ですが、平日でも人が多いです。もうトロフィーも取り切って 100% クリアでもまだ続けている人を多く見ます。それだけハマる人にはハマる、このゲームだけにしかない魅力があります。僕はこのゲームでレンジャーというジョブばかり使っています。なんなら部屋を建てるときにレンジャー以外禁止の縛りプレイをしてたり、忘れていましたが、このゲームは部屋を建てる形式のゲームです。なので野良プレイでも同じ人たちと連続でプレイすることになります。遠
距離が好きそうな人、初心者の人、爆破系が好きで危ない人など、同じジョブで同じミッションでもパーティの性格によって最適解が変わります。例えばこのステージはスナイパーが強いなどでも、全員がスナイパーなら立ち回りを変えます。このゲームの武器は使い切れないほどあり、変わったプレイの挑戦も面白いです。仲間が選んだ武器とのシナジーをその場の即興で考えてみるなど、このミッションの最適解が人の数ほどある無限に味がするゲームだと思っています。パーティがほぼ全員が全滅しても1人が巻き返して大逆転なんてことも多く、仲間の排水の逆転で盛り上がったり、逆に自分が仲間を救ったりなど、野良プレイとは思えないほどプレイ終盤には連帯感が生まれています。ただ逆にどうしてもダメな NG 行動もあり、連戦する都合上ギクシャクもあります。このゲームは解説動画もそれなりにあり、ウィキもかなり詳細なゲームなのですが、先ほども述べた通り最適解が非常に難しいゲームです。1人が逆転劇を起こすこともあれば、部隊を全滅させることも多いです。テンプレがないゲームなのに意外と基礎の動画が少ないと感じます。僕自身もまだ足を引っ張る場面もあり、エイムもうまい方ではないと思いますが、解説やプランの立て方についてはそれなりにうまいと自負があるので、自分自身でプレイしていてなぜここの解説はないのという部分はこれから自分で解説していこうかなと思います。現在の段階でもこのゲームの基礎テク、タクティカルファイヤについての動画もどこでどう使うのか見つからず、初心者の壁になっていたりします。わからないから強そうなロケットランチャーで仲間ごと大爆発で飽きてしまうみたいな、とりあえず火力が出るだけの最強武器みたいな動画ばかりが目立ちます。まるでカニの食べやすい部分だけ食べてカニ味噌とかその他を全部捨てるような、すごくもったいない楽しみ方だと思います。このチャンネルでそんな細かい基礎部分などちょくちょく発信していければと思います。ゲームジャンルが2個になっちゃいますが、チャンネル登録してくれると嬉しいです。それでは今回はこの辺で。